台湾は昔からウーロン茶の産地として有名だが、外国人が台湾のウーロン茶の父と呼ばれるのは意外だ。なぜそのような称号が出るのですか？今日は彼の物語を紹介いたします。イギリス・スコットランドの商人、1860年に初めて台湾に渡ったジョン・ドッドは、1864年に伝統商会の最初のエージェントとして再び台湾に到着した。1867年に伝統商会は破綻した後、ドッドはドッド商会を設立した。ジョン・ドッドは1838年10月25日にイギリスのプレストンで生まれました。父のジョンはプレストンで肉屋を営んでいましたが、後にバーのオーナーとなり、伝統商会のクリッパーの船長になりました。ドッドの母親の名前はナニーと言った。彼はスコットランドの家系である。ドッドの両親は伝統商会を経営するデントの親戚であった。彼はイングランド北部のクロスビー・レイブンズワースで育ちました。9歳の時に父親が事業に失敗し、ドッドと姉妹のマーガレットは親戚の家に行くためにロンドンに行って、叔父のロバート・ウィルキンソンに育てられた。彼はアウトドア派で乗馬、クリケット、ボート、射撃などを得意としていました。1850年、12歳のドッドは家を出て、香港に向かい、伝統商会の一員となり、児童労働として働きました。1860年にドッドは初めて台湾にやってきて、伝統商会の従業員として調査を行いました。1862年、清は孟公の開港を決定し、伝統商会はそこに代理店を設立することにした。ドッドは1864年に台湾に戻り、伝統商会発の淡水代理店に任命され、及び香港の帝都商会の責任者となった。8月、ドッドは台湾に炭鉱を開設、石炭を採掘した。同時に北の丘陵地帯の村や町を訪ねて、商農を買い求めるようになった。彼は村や町を訪れ、野生の茶種及び県産や海産に触れ野生の茶種やお茶栽培の現状を観察し、台湾の環境はお茶の栽培に適しており、品質も良いと感じました。産業として大きな発展の可能性を持っていることを考慮した。梅弁の李士雲生と共に台湾北部でのお茶の栽培を推進するようになった。また、ドッドは台湾からシナモンを輸出することも考えていたが、これは簡単ではなく、収集するにもコストがかかりすぎた。その一方で、ドッドは山間部の原住民の習慣や言語を学び、多くの部族と親しくなり、ある部族のリーダーが孫娘をドッドに嫁がせたいと言い出すほどだった。1866年、ロンドンを拠点とした世界的な銀行であるオーバーランドガーニー銀行が倒産し、中国の茶葉貿易や伝統商会にも影響が及んだ。1867年、デントは閉鎖された。倒産後、ドッドとクロフォードカーはパートナーシップを結び、ドッド商会を設立、ジャーディン・マッセソンの代理人となった。梅弁は李春生でした。ドッド商会の当初の狙いは、孟公を茶葉開発の中心に据えることだった。福建茶商の支配から逃れるため、独自の茶の精製場を建設したが、1867年から1868年にかけて、孟公賃貸住宅事件が発生し、
ドッドは大東邸に移った。ドッド商会も大東邸に移され、ただ淡水とキールンの事務所を残した。1867年、ドッドは他社に先駆けて、ウーロン茶を機械で製造し、マカオに試験的に販売し、好評を博した。1868年、ドッドは、アモイと復讐の職人を導入、ウーロン茶の生成し、フォルモサウーロン茶のブランド名で、アメリカに輸出したところ、非常に好評でした。台湾の茶業にブームをもたらし、大東邸を繁栄させたのである。1869年に、スエズ運河が開通すると、ドッドとリシ運製は2隻の大型クリッパーを雇って、2131タンもの茶葉を直接ニューヨークへ運び、良い評価受けられた。1870年には、輸出量が1540タンとなり、一旦の平均価格は30元となっていたが、1867年は15元だった。およそ2倍増えた。彼は、台湾のウーロン茶の父とも呼ばれた。1868年6月から1874年5月まで、ドッドは、アメリカ領事リセント区によって、領事代理に任命された。同年、彼は中国保険会社の代理人も務めた。1870年、ドッドは、ジャーディン・マセソン社と別ドイツの代理店ミリッシュ&コパニを引き継いだ。1871年8月、ドッドと英国領事代理のアウグストゥス・マーガリーは、フランス船アデル号の乗組員の救助に向かった。二人は救助の過程で負傷した。トッドは、足が不自由で杖をついて歩いていたため、三本足と呼ばれるようになった。トッドとマーガリーは他人を救うために自分の命を犠牲にした英雄的行動に対して英国政府からアルバートメダルと王立人道協会銀メダルを授与された。同年、お茶の仕入れ値が上がり、悪徳商人によってお茶の品質が落とされたため、ドッドのビジネスは赤字になり、不動産の一部を売却せざるを得なくなった。ドッドが会社を再建できたのは、茶業が回復した1874年になってからである。1872年、ドッドはマッケイ牧師を助けて宣教拠点を借りた。1877年、中国茶商が茶市場を独占する中、大東邸にあったドッド商会の茶店が火災に遭い、ドッドは倒産の危機に瀕した。ドッドは、姉妹のマーガレットに、ニューヨークとの往復の旅費が払えないので、ここにいるしかない。茶商に話を聞きに行けないのが残念です。この仕事の人脈は年々変化している。貧しくて引っ越しさえもできないし、将来イギリスに帰れるかどうか心配だと手紙を出した。1877年夏から1886年にかけて、ドッドは、再びアメリカ副領事を務めた。1884年、新仏戦争が台湾に及んだ時、ドッドは新聞、デイリープレスの特派員として、フランス台湾封鎖の実情を記録し、著書、北大封鎖記という本にまとめました。その本は、当時台湾の政治文化、戦争、宣教、茶業、そして人々、兵補族、産地原住民についても書かれています。ドイツの歴史家、アルブレヒト・ビルトは、ドッドを優秀な科学者、勤勉な観察者と呼んだ。1887年、ロンドンのドッドの叔父、ロバート・ウィルキンソンが亡くなり、ドッドに15,000ポンドとイギリスのカンブリアにある、いくつかの不動産を与えた。1890年に彼は巨額の遺産と不動産を相続し、イギリスに戻ることができた。1890年3月、トッドは
台湾を離れ、二度と戻らなかった。1893年8月、ドッドは27歳年下のマリー・ロイドと結婚し、ウェールズのトレブリュー村の別所に引っ越した。彼は1907年7月15日に69歳で死去し、ラングストの聖母マリア教会に埋葬された。ドッドは財産のほとんどを甥に残し、台湾の財産は息子のバレンタイン R.J. ドッドに贈与した。また、遺言で遺産の一部を娘のエレイニ M.M. ドッドと彼女の母である香港人のテヒに与えた。遺産の分配もしっかり行っていたようだ。以上は台湾のウーロン茶の父ジョン・ドッドの物語でした。最後までご覧をいただき、誠にありがとうございました。また次の動画で会いましょう。